こんにちは。ディオンボブリディベート口悪さと口の時間です。もう一回やる。今日のテーマは日本語を勉強するときに発音は大事じゃない。で発音はすごい大事。この2つのグループに分かれてお話をしていただきたいと思います。まず自己紹介、この順番でやってもらいたいです。ミャンマーのヤンです。よろしくお願いします。インドネシアのロイです。よろしくお願いします。韓国のアンって言います。よろしくお願いします。日本の原です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今から参りました。パクと申します。はい、ヤンさんどうぞ。発音ですかね。発音？わかりますか？自分さっき言ってる。はい、わかります。わかります。だから発音は大事ではないということ。おー、一発やられましたよ。どう対応するかな。自分聞き取れなかったんです。発音自分がが聞こえないです。発音が悪くても相手が集中して聞いてくれるだろうというなんか好き勝手な一方的な要素は良くないと思います。それが日本語の発音がとても特殊で、日本語の発音が平板型が多いです。で、その発音の中にも平板型です。平板型で、その発平板音の型って何ですか？例えばとかそういう感じの平板で、その中にも小高型と中高型と頭高型、そして促音と長音と発音があるんです。それがとっても難しいんですよ。外国人にとってはとても難しくて、日本人にもまだまだ完璧にできる人は全然います。質問があります。はい。日本人が聞き取れなかったらそれは日本語ですか？いや、例えば青森弁とか。いや、これは質問です。はい、例えば青森弁とか、それも青森県民。質問。はい、これが質問。答えは。青森弁。はい、青森弁。青森弁を話していて、答えがで、東京都の民がその青森の人に、はい、聞こえようとしたら、それも聞こえなかったら、あれ日本人じゃないの？聞こえますよ。青森の人だからもうアクセントも発音も全然違うし、でも聞き取れます。けど本当に外国人の発音の問題はそことは全然違う問題で、関西弁とかあってもそれはもうニュースとかでよく聞くんで覚えてるんですよ、私。あれは言葉がその言葉の言い方があるから。でも外国人の発音が正しくない時の間違いはそういう使い方があるっていうわけではなくて、間違えてるから、有名が図名とか、それは違い方は違います。そう間違ってるじゃないですか。いや、それがそもそも言葉の問題で、発音っていうのは例えば有名のはずだとしても有名とかそういうので、ロイさんがずっと喋ってるから。いいじゃないですか。どうぞ。いいね、どうぞどうぞ。それら全ては日本語の特殊の文脈で聞き取れるんですよ。はい。文脈が知ったらもう文脈が分かったらもう全部聞き取れるんですよ。全部理解できますか？いや、そこね。なんでこう回ってる？ロイさんがでもそう話して発音は 100% 大事ではないことではないんですよ。でも一番すごく大事ということではない。発音が例えば発音が間違ってるから日本で仕事できない。日本で仕事できないことはないんですよ。実績として自分も発音はそんなに正しくないから。でもできる人はできるんですよ。だから逆にじゃあ日本語をなんで日本に来たのという理由を最初から考えたら、発音もきれいになら
なんでやってるとかちょっとそう考えてもらいたいですね。このなんかその発音をきれいにしたいから日本に来るわけじゃないんですよ。仕事をやるために日本に来るだから発音がきれいじゃないと仕事もらえないということはないんです。でも発音がきれいになるとまあその国語ではないので、あこの人発音きれいなというのは認めるのはもっといいと思うんですけど、発音がきれいではないから仕事ができないという発のはない音。綺麗じゃなかったら意思疎通ができなくてクビになっちゃう可能性がありますよ。いやそこはならないと思う会社としてそこはなんで外国人を採用する理由をでも使用期間に仕事の指示が通じなかったらクビになることありますよ。いやそこでそうするとその外国人を雇うする会社としてもそこを理解している上で雇うするんですよ。日本人全員が外国人と一緒に仕事できることではない。そういう外国人はこういう発音があってこういう習慣があってこういうことがコストがあるのを分かってる日本人だけは外国人の仕事ができる。あ、そういう人とだけ外国人と共生すればいい。そうだから逆に日本の方から他のとかで外国人を募集するために本当ですか？日本で生活したらいろんな日本人と関わる機会があるのに自分たちがちょっと発音悪いの OK って言ってくれてなんか文化が違うから全部 OK って言ってくれる人とだけ付き合っていけばいい。いや違う逆に日本人はすごく頑張ってる。前5年前に日本北海道とかでお客様が少なくなったね。その時何か問題があると外国人が来ても日本人が外国人の話がわからない。それでその簡単な優しい日本語という本を作ったんですよ。というのは外国人たちが簡単に話せるように分かるように日本人の方から変わらなきゃいけない。だって日本人で国語だからもっと分かるじゃないですか。外国人は国語ではないじゃないですか。だから逆に外国人を頑張ってこの発音を正しく勉強してくるように逆に日本人の方が例えばねあ、そう日本人も優しい日本語を使うけど外国人の発音が8割 80%、90% 言葉なんか全部発音間違えていたそこはダらメですよ。絶対私たちが簡単な日本語を言っても何言ってるかずっと分からなかったらダメだから正しい発音を覚えなきゃダメじゃないですか。それはそうだけどめっちゃ難しい「打つ」とかの言葉を 100% 理解して正しい場面で使うことはやらなくていいけど普段使う言葉を正しい発音で言って一回言って日本人理解してもらえるようになった方がいいから発音大事じゃないですか。それは一番大事だと思うんですけど OK 発音がでも発音が間違ってるから生活ができないというのはないです。いや自分手を挙げなくていい。発音は言い方ですよね。내가 지금 뭔 말하는지 알겠니? 自分今韓国語で喋ったんですけど今は全然伝わってないですね。これ発音悪いミャンマー語と何が違うんですか？自分ミャンマー語全然知らないんですけど。全然違います。日本語喋ってないから何が全然違いますよ。これ違くないでしょって言ったんでしょ。全然違いますよ。ノイズとはっきり誰でもわからない外国語。そこまではちょっと良くないと思います。そこまで外国人の日本語がおはようございますって言う人はいないと思います。それはちょっと言い過ぎです。それはわざとやるんですか？それは本当にこんにちはって言う人はいでもないと。最初勉強したばっかりの時そういうことしなくても自分の母国語と日本語で下の使い方が違うからなんか全部の音の発音がなんかこう赤ちゃんみたいにこうそれはわかるんですよ。だってさっき言ったのは全然違うじゃないいやいやこれは違うけどあれは外国人バカしてるんですよ、あれは。あれはダメです。でもその発だ音って彼氏が腹めくみわかるって言うんですか？言わないでしょ、それは。今それを言ってるわけなんですよ、彼は。その発音が聞こえないの一緒です聞き取れないのは一緒です。日本語がいや聞き取れると思います。聞き取れるレベルでのコミュニケーションだと思います。いやその発音はだからヤンさんレベル言ってるのロイさはんとか言ってるのはじゃあ私今言ってるじゃないですか。2人今リピート言ってるじゃないですか。もう正直自分も発音間違ったのいっぱいありますよ。いやいやでしょ？言ってうまいから大丈夫。いやでももっと直した方がいい人たくさんいますよ。でも直すのはいいけど今のディベートの内容は発音はもう自分たちがもう
一番大事ではないという立場からいいですよ。何が一番大事ですか？日本のコミュニケーション。コミュニケーションというのは発音ではないんですよ。コミュニケーションですよ。コミュニケーションでしょわかったわかったでしょ自分言ったでしょ私分かんなかった。分かんなかった。コミュニケーションってなんか新しい概念かなと思って。でしょいやコミュニケーションってここ二人理解してなかったですよ。国の儀式そう、国の儀式。そうそう。なんか忠義みたいな、なんか大嫌いみたいな。外国バカした相手がうん。ちゃんと集中して聞いてあげないといけないから、それは相手の優しさに、依存している。そうだからでもそこ、さっき言ったじゃないですか。人間は一人で生活できないんですよ。だから、いや、こういうと発音できないからもう仲良くなれないということはないと思うんですね。一番大事じゃないからですよ。一番大事ではないんですよ。ただ、じゃあ逆に言いましょう。逆に言いましょう。日本語学ぶ理由ってコミュニケーションじゃないですか。そう。違いますよ。日本語相手は聞いてもらえなかったらコミュ意味ニケーションって言いましたよ。私たちそう聞き取れなかさっきったです言ってるのはコミュニケーションというのはコミュニケーションじゃあコミュニケーション、まあ、英語の発音に似てると思うけど、コミュニケーションというのはじゃあ日本語の発音ではないね、さっき自分言ってるのは。でも認識がある日本人だったら分かる。それはもちろん。もちろん分かる。認識日本認識そうでも認識がそれはほら知能が低い相日本人ですか。手聞く人の優しさに依存してるからやっぱお互いに優しい日本語を使って話して自分も発音を大事にして話して聞き取りやすく日本語さっきのコミュニケーションは聞き取れたんですか。聞き取れなかった私だったらバカな日本人国にいや、まああれコミュニケーションヤンさんの定義1回目だと難しかったですよコミュニケーションって言っコミュニケーてションでもだって普通でもアンさんもコミュ聞きニケーション取れなかったからいやまあ多分そこ二人ともはバカです。もういや、ヤンさんの定義だとそういうとこにやるっていう。なんで聞いてくれないって、なんで分かってくれないってことなんですか。まあ多分そのそれコミュニケーションじゃなくても相手に依逆存してるにそじゃないの発音が大事というのを話を誰に言うんですか。え日本人に言うの。日本人同士でいやあなたの発音悪いと言うんですか。言わないですよね。発音めちゃくちゃ悪いって言いますよでも逆に日本人が日本人友達にいや君の発音悪いと言う言うんですよだって聞き取れないぐらい悪い人だったらその言葉はこういうふうに言った方がいいんじゃないって時々話すから、もちろん。それは仕事上ではありそう日本語は発音正しくしないとなんかそれは日本人にも言うん50音だからですか。なんで日本人が発音悪いの。自分の高校なのに。それは滑舌悪い人とかなんか早く言い過ぎちゃう人とかは、なんか言葉によっては本当に何言ってるかわからないから、それは日本人でも外国人でもコミュニケーションのために発音大事ですよ。だって相手聞けなかったらずっとって言って話進まないじゃない。それは発音が間違ってるから聞き取れないのか、それとも言い方が早いとか悪いから聞き取れないのか、どっちですか。どっちもあります。どっちの。いやどっちも早いより本当に聞き取れない時は発音が悪いから早いだったらって一回言ったらちょっとゆっくり言ったら分かるけど発音悪い時はもうずっとだって私たちコミュニケーション分かってなかったじゃあその時向こうの人はすぐ発音を直して言うの。それでもそれを理解できるようにいろんな文法言葉を使って説明するんですか。発音本当に分からない時は君は今何とかって言ったけど本当はこう言わないと聞いて分からないですよって日本人同士でも教えます教えますよね。その時その人は説明する時自分はこういうのを言ってるというのをすぐ発音を直して言うの。それでも違う言葉で説明するんですか。言えない時は他の言葉ですはい、ごめんなさい。そうするとこれはそうするとそれはワイドですよ。すぐその場でその人は発音を直せないんですよ。でも他の言葉を使って説明できるじゃないですか。なので発音は大事ではないということですよ。すごく大事ではないということですよ。その通りです。聞き取れたらいいと思う。あなたぐらいの発音だったらいいです。いや自分発音悪いですよ。いやいい方です。いや全然悪い。全然悪いですよ。これもういつもいやいや一時験とかいや一験いとかつも実験とかいや実験とか一週間話ができるから発音がいい方です。それだったらもっと自分が言えるですよ。自分発音を自分より自分誰も分かるんですよ。発音苦手な発音いっぱいありますよ。本当に自分例えばスッとかソッとスッ今でしょ今でしょ今言葉言いました TSU スッススでしょ全然違うんですよ自分スとスそうつゆそうそのめんつゆは発音めんつゆ
つゆあつゆそうつゆめんつゆめんつゆ麺水えもう一回でしょ麺そこもう一回はもう一回言いましょう麺水めんつゆ麺水めんつゆってこれめんつゆめんつゆってわざとめんつゆって言ってるんですかこれ皆さん普通にうんめんつゆめんつゆ麺水めんつゆまあ普通に聞き取れるあ聞き取れるレベルこれ聞き取れるそうでしょでもそこ違うこれが文脈がついてるからですよ。はい、でも発音これよりはるかに悪かったら知らない。絶対わからないですよあそこは自分も発音はるか悪いにはるかに悪いってどれぐらいだってヤンさんとロイさんまあはすごいこんな感じですかさっきあなたいやもうそこは発音あそれじゃそれは宇宙発音このぐらいだ悪いったらいいです宇宙語じゃない宇宙語いやそれは発音悪いじゃなくてあなたぐらい喋れたら発音第一じゃないだってです。いやそうそこですようん、そうです。だって結構終わりです。いや違うもう大事じゃないですよ。いや大事じゃないですよいや、あなたぐらい喋れたら大事じゃない。でも発音あなた間違ってる完成されてるからでもそう発音間違ってるうまいからだってうまく言えない言葉から逃げる方法も知ってるからそうだから発音は大事ではないということだ自分言ってるのはそうなんですよ。でもうこまく言えない言葉だらけの人がいますからねそれを発音をまず勉強しないと話せるようにならないだからその自分がうまくできない発音実験とかだと自分言わないそうでしょ実験とか実験っていうその間違ってるあそこを実験それを逃げで話すんですよ時間。本当に逃げで違うあ実言葉で逃げで話すんですよ説時明する間は時間だから発音は自分がそうすると発音大事ってことじゃない大事だって発音言えなくて困ってるからほんと大事じゃないですか困ってることばっかりじ発ゃない音が違うなんで発音が大事自分のボケ絞るんですか逃げて話すかというとじゃあ大事だったら逃げないんですよその話をその発音をもう正しくまで勉強して話すですよもうそこまでいらないと思ってるいらないと思ってるからいやもう違う言葉で説明すればいいじゃんこれ以上いらないからもう大事じゃないですもうだってこれ以上そうです大事ではない大事じゃないじゃない一番大事ではないでも、あなたたち発音ができるからです。そうだって他に言える言葉もたくさん知ってるし発音ができない言葉は本当に少ないから他の言葉で絶対相手が聞いてくれるって分かってるからまあそのさっき言ったのははいということで分かりました皆さん本当にすごいいろんな面白いすごい面白い意見を本当に聞かせていただきました本当に発音が大事じゃないで大事っていう意見でちょっとお互いちょっと話をしたんですけど本当に本当にもうすごい自分の意見ばっかりで何の根拠もないはいということで皆さん本当に今回4人の、意見、いろいろ面白い意見をちょっと述べていただきました発音は大事じゃない大事な方で皆さんいろんな意見を、交えたんですけどこれを参考にして皆さん勉強していただきたいと思いますじゃあこれで終わりにしますありがとうございましたありがとうございますうん